いよいよやってまいりました弁舌三国一決定戦。要するに一番下先三寸な人が優勝ですって。違うの？勝人が気に入った提案を叶えてくれる大会。いやーん、チーも参加したい。確実にシェレンの仕業だな。おそらくシェレン様が皆に触れて回るときに意図的に内容を改変したんだと思います。でもこっちの方が楽しそうでしょ。シェレン、元凶であるお前が言うな。メリン怖い。そんな鬼みたいな顔してるとカズトに嫌われるわよ。少しは私のこと守ってよ。そんなの私だって暴動を起こすわよ。率先して不穏分子を扇動しちゃうんだから。本郷の言う通りだ。そのあたりのことも考えず勢いだけで突っ走るのは悪い癖だぞ。でもさ、もしかしたらいい案が出てくるかもしれないじゃない？このメンツでは期待薄だろうな。だから言っただろう、期待薄だと。案外そういう子たちからものすっごく画期的な案が生まれるのよ、きっと。当然よ。そうよ。じゃなくてそんなわけないわ。やれやれ、まったく困ったものだ。それではちーほーちゃん、天下一品弁論大会元気いっぱいに開幕しちゃってください。了解。さあいよいよ始まります天下一品弁論大会。参加する党は3つ。政治力100は伊達じゃない。不正室の天才軍師諸葛孔明が率いる党。腐敗の魔女ご宝道ちゃんに孫悟代表の残念おっぱいシャオレン様、淫乱未遂の順位区に不思議軍師テイクさんを擁するその名も貧乳党。なんだろう、G はすっごく応援したい気持ちに駆られちゃいます。頑張れ貧乳党。頑張ります。貧乳党が掲げる法案は巨乳禁止令発布。これチーも賛成だから絶対頑張ってね。さてお次は3時のおやつはごま団子と。提案は毎日3時のおやつにはごま団子を食べることを法律で決めるってことらしいです。党に参加しているのは孫悟の必殺仕事人シュウタイちゃんと真面目一直線のリョモンちゃんのワンコ組。その一途で一生懸命な仕草にカズトはクラクラしてるって噂です。死ねん、ちっこもげろカズト。みんなチーホーと同じこと考えてるってことでしょ。そして最後は1日3回わらわに蜂蜜を貢ぐと。ってぶっちゃけ意味わかんない。蜂蜜党はわがままアホ子円家出身の三重苦を背負いながらすくすく育つミユ様と悪の元凶にして天然の快楽悪意チョウくんさんが所属してます。悪い意味で目が離せません。というわけでまずは3時のおやつはごま団子
よりリョモンさんの演説です。どうぞ。ただいまご紹介に預かりました両指名です。私たち3時の団子はごまおやつとはじゃなかった。3時のおやつはごま団子とは3時のおやつにごまん団子を食べる法律を提唱します。ごま団子美味しいです。皆さんもきっと気に入ると思います。高温の油でさっと揚げたごま団子の食感は外はカリッで中はふわふわで、そのまた中はとろっとしてて、あんこの甘さが口の中いっぱいに広がって、食べたら幸せになれるんです。それにカズト様が喜んでくれるのがとっても嬉しくて、私も幸せになれるんです。むふん。じー。だから3時のおやつはごま団子党に清き一票をお願いします。ありがとうございます。ご声援ありがとうございうん、アーシャは意外と弁が立つな。弁が立つというより、あれは徳というものでしょうね。横に春蘭とキーの2人がいれば落ち着くこともできないわよ。演説そっちのけでルルの作った料理を頬張っているわ。ギブの体験にコチの2人が騒げばさぞ賑やかだろう。幸せそうでいいのだけれどね。私自身今回の弁論大会でどういった政策や法案が出るのか楽しみにしていたから。とはいえどこぞの強楽家が暗躍したおかげでとんだ弁論大会になってしまったけど、春蘭のとこに行ってこよっと。逃げたか。逃げたわね。それが徳というやつよ。そうだな。上に立つ者としては得難い徳だ。次世代の語を背負って立つ女の子ですから。貴様もな。そういえばそうでした。何にしてもああいう人材がいるというのは私からすれば羨ましい限りだわ。さてそれはどうだかね。3時のおやつはごま団子党に変わりまして、お次は貧乳党党首義の淫乱メス犬純育さんによる「父とは何か」を主題に据えた演説の開始です。個人的に一押しの党です。というわけで貧乳党さんどうぞ。諸君、私は貧乳だ。諸君、私たちは貧乳だ。諸葛孔明が貧乳だ。法資源が貧乳だ。低中徳が貧乳だ。孫将校が貧乳だ。だが私はここで問いたい。父に何の力があるか。
父に何の意義があるのか。動くのに邪魔である。机に向かうにも邪魔である。邪魔。そのような邪魔なものをありがたがるオスの意見など封殺するべきなのである。古来より根拠もなく連綿と受け継がれてきた巨乳信仰など、文明開け大いなる栄華を築いている今の時代には全くもって非論理的であり無用の信仰であると私は断言する。諸君、貧乳をこよなく愛する諸君よ、貴様たちに問いたい。諸君は貧乳を望むか、情け容赦ない平らな胸を望むか、鉄風雷下の限りを尽くし三千世界の巨乳を殺す嵐のような戦争を望むか。よろしい、ならば戦争だ。大戦争を、巨乳との一心不乱の大戦争を。乳首と乳房の標高には巨乳の哲学では思いもよらない真理が詰め込まれていることを思い出させてやる。義の貧乳代表である純文弱より全貧乳信者へ。目標巨乳廃止令採択、第一次巨乳殲滅作戦、投票を開始せよ。あれが義の文官代表よ。私の嘆きも多少は分かってくれるでしょ。やれやれよ。そりゃまあ可愛いところもあるからだけど、たまには愚痴りたくもなるのよ。あれ、カリンは巨乳禁止令に賛成じゃないのかしら。突然現れた酔っ払いのざれ言に真面目に返事をするのもバカらしいけれど、黙っていたらいたで私が何か不愉快になることを言うつもりでしょうから、その問いには明確に答えてあげましょう。巨乳禁止令には大反対よ。父は父、大きくてもつつましやかでも私のめでる父はすべからく愛すべき父よ。それに禁止令なんて出されたらネアでの楽しみが半減してしまうじゃない。貧乳は能力である。貧乳は魅力である。貧乳は希少価値である。全人類に対し貧乳の価値の再確認をさせるため、貧乳信者よ、我が友よ、その思いを力に変えて立てよ信者よ。貧乳と万歳。それでもああやってけなげに振る舞っているの可愛いじゃない。以上で貧乳党の演説を終了します。魂のこもった素晴らしい演説、ありがとう、ありがとう。さてこれで終わりね。ああ、元の目的がどうであれなかなか面白い見せ物ではあったな。あやつが建設的な意見を出せると思っているのか。そうよカズト、ミウは円家よ、円家。この意味わかってる？円家ならば見る必要などなし。同感だ。ではそろそろ撤収準備を始めましょうか。頼む。観客たちの誘導は
春蘭たちに任せられるか？やらせましょう。じゃあカズト、大会の締めは任せるわよ。楽しみにしていよう。のん、行くぞ。